こんにちは、ゲームギークです。グロリアス初の軽量ワイヤレスゲーミングマウス、グロリアスモデル O ワイヤレスをレビューしていきます。ついにおっさんがケーブルから解放されましたね。同社から発売されているモデル O のワイヤレス版なんですが、ワイヤレス化したにもかかわらずオリジナルとほとんど変わらない重量なのが驚きです。ワイヤレスはもちろん 2.4GHz の低遅延、ピクサートと開発した最新のバンフセンサーを引っ提げ、満を持しての登場です。一番の強みは何といってもその安さ。動画投稿時点では日本でまだ発売していませんが、79ドル99セントなので、仮に110円換算で考えたとしても9000円弱です。1.5 万円近くするレーザーとかロジクールのフラッグシップワイヤレスマウスに比べて相当安いんですよ。かといって性能が劣っているかといったら全くそんなことないのがすごいところ。では見ていきましょう。同梱されているのはまずマウス本体。私が買ったのはホワイトのマットタイプです。光沢のあるグロッシーは将来的に追加する予定みたいです。小型の USB レシーバー、こちらもホワイトで来ました。トップサイドによく見るとグロリアスと書いてあります。おっさんが書かれている USB 延長アダプター。光をうまく当てないと見えにくい柄です。片側は USB-A で、もう片側は USB-C です。裏面はラバーになっているので滑りません。2メートルとちょっと長めの USB-C ケーブル。通常の有線版と同じアセンディドケーブルというもので、柔らかめな布巻きタイプです。クイックガイロとステッカー。今まではおっさんのステッカー2枚ついてきたのに、今回は1枚だけでした。残念。同梱物は以上です。モデル O ワイヤレスはグロリアス初のワイヤレスマウス。頭文字取ると MOW、MOW です。そんな名前のアイスクリームありましたね。サイズは実測で長さが 128mm、グリップ幅が 60mm、高さが 37.5mm でした。長さもグリップ幅も結構あって、分類的には M サイズですけど少し L サイズ寄りです。表面は滑らかなマット仕上げでサラサラとしています。油や指紋はつきにくいですね。白なので汚れは分かりやすいですが、ちょっと拭けば綺麗になります。相変わらず圧のあるおっさんは左サイドに健在。ハニカムシェル、ところどころ補強されているため、歪むようなことはなく頑丈です。重さは実測値で 70.6g でした。ワイヤレスになったにもかかわらず、有線版と重量はさほど変わりません。ワイヤレスマウスとしてはかなり軽い方です。長さはそれなりにあって癖が少なく、手が普通から大きめの人にとって使いやすいマウスです。どの持ち方もそれなりにフィットする印象ですけど、手が小さい人には向かないかもですね。長さとグリップ幅が結構あるため、かぶせ持ちしやすい形状です。つかみ持ちはそれなりのフィット感、かぶせとのハイブリッドタイプならなおフィットするでしょう。形状にそこまで左右されないつまみ持ち、サイドはなだらかなので持ちやすいです。これもおすすめですね。センサーはやや前寄りに位置しています。ピクスアートとコラボしたバンフセンサーで最大 DPI は19000。はっきりとはわかりませんが、スペック的に見ると最新型の PMW3370 かも。PMW3389 よりもエラーレートが低くて優秀だそうです。四隅のマウスフィートはカロ取りされた 100%PTFE ソール。滑りはそれなりに良いです。マウスフィートのサイズはオリジナルのモデル O と一緒ですので、別売りされているグロリアス G フローツというセラミック製のマウスフィートに付け替えることが可能です。これね、めちゃくちゃ硬いんですよ。で、付け替えてみました。見てください、このセラミックの美しさ。たまりません。滑りはあまり違いがわからないかな。むしろ滑らなくなったと感じました。このマウスフィートは PTFE と違って使っても摩耗しないタイプなので、ハードパッドを使っている人にはとても重宝するでしょう。センサーのすぐ右にあるのがスライド式電源ボタン。真ん中に爪を引っ掛けられる隙間があってスライドさせやすくなっています。センサー左には DPI インジケーター。光る LED の色によって現在 DPI を判別することができます。マウスを使用しているときはライトが消えていますが、ひっくり返すとまたライトがオンになるのがいいですね。使ってる感じ、ラグなどを感じることはなくとても優秀です。しかし 2.4GHz ワイヤレスは USB レシーバーから離れたり、障害物を挟むと電波が悪くなって影響を及ぼします。USB レシーバー延長アダプターとケーブルを使って USB レシーバーをマウスの近くに置くと良いです。一見影響がなさそうに見えても実は悪さをしていることもあるので、マウステスターとかでチェックしてみるといいと思います。本マウスは低遅延の 2.4GHz ワイヤレスのみ対応しており、Bluetooth は対応していません。Bluetooth 接続もしたいなら別のマウスがおすすめです。ライティングオフでのバッテリー持続時間は71時間。ライティングオンだとさらに短くなります。他のワイヤレスマウスと比べると普通くらいの長さですね。
デフォルトのライティングは 50% に設定されています。100% にすると発光が強くなって綺麗ですが、バッテリーの減りは早くなります。50% 程度に抑えたまま使うか、オフのまま使うのがおすすめです。充電ケーブルは有線版と同じアセンディドケーブルが採用されています。柔らかくて使いやすいため、充電が切れたとしてもつなげて有線状態でプレイし続けることもできます。コネクタ部分はちょっと特殊な形をしていて三つ股ですね。USB-C って表裏ないのが最高なんですけど、このコネクタ実は一定方向しか入らないようになっていて、このマークが書いてある方を上にしないといけません。これ USB-C の強みを捨ててるのでもったいないですね。だけど一般的な USB-C ケーブルも刺さるようになっているので心配いりません。私はキーボード用のコイルケーブルを差し替えて充電することが多いです。ケーブルの本数が減るのでとてもありがたい。デフォルトだとスリープはオフになっていますが、ソフトウェアで1分から15分の間でスリープに入るまでの時間を設定できます。省エネのためにもすぐに設定することをお勧めします。ビルドクオリティはかなり頑丈。どこを押してもきしむことはなく、強く振ってもラトル音はしません。ただし、サイドボタンと DPI ボタンに小さな傷がついてきました。実使用上何の問題もないんですけど、そのあたりの品質管理はまだまだ向上の余地がありそうです。モデル O ワイヤレスのリフトオフディスタンスの距離を調べます。LOD は 1mm でした。短くて優秀です。ソフトウェアで LOD は 1mm か 2mm を選べるんですけど、2mm で検証してみたところ、1mm とあんまり変わらなかったので、もしかするとソフトウェア的な問題が何かあるのかもしれません。いずれにせよそのうちアップデートで治ると思います。まずはマウスボタンのクリック音から聞いてみましょう。オムロンメカニカルスイッチ搭載。クリックはカチッとクリスピーで、ちょっと硬めで跳ね返りは強め。プリトラベルはあまりないですが、ポストトラベルはそれなりにあります。サイドボタンはやや小ぶりなサイズ。メインボタンと同じく、プリトラベルはあまりありませんが、ポストトラベルはそれなり。ちょっと柔らかめなクリック感で跳ね返りは弱めです。非常に静かに回るスクロールホイール。回し始めに少し力が必要ですが、滑らかです。タクタイル感もちゃんとあって、クリックも硬すぎず押しやすい。スクロールホイール後ろに位置する DPI ボタン。若干ホイールと距離が近くて、指を曲げれば押しやすい位置です。本マウスはスクロールホイールと両サイドのラインが RGB で光ります。サイドのライティングはシームレスというより5つのブロックで区切られているイメージですね。虹色のウェーブとかも切れ目が見えます。そのおかげで、レイブとかウェーブみたいなガチャガチャうるさく光るようなパターンも実現できています。個人的には一番ベーシックなグロリアスモードがおすすめ、もしくは消灯ですね。グロリアスコアというソフトウェアを公式サイトからダウンロードすることで、いくつか設定を変更できるようになります。今までのソフトウェアからですね、デザインが刷新されて結構モダンな見た目になりました。このホーム画面でバッテリーの残量が見られるんですけど、このようにバーしか表示されないため、細かい残りがわかりません。そのうちアップデートで対応するみたいです。それではまずライティングセクションから見ていきましょう。エフェクト、ここでですね、パターンが9種類ぐらい用意されているので好きなものを選ぶことができます。グロリアスモードとかテイルとか、これクリックしてみるとここでプレビューされるので、どんな光り方をするのか見ることができます。で、このレイトっていうのがスピードですね。100% にするとすごく速く回るし、5% にするとすごくスローになります。50% くらいがおすすめです。で、ちょっと大事なのがブライトネスという方。これが明るさのことですね。デフォルトだと確か 50% になってるんですけど、100% にすると当然発光が強くなって綺麗に光るんですけど、その分バッテリーの消費が早くなるので、だいたい 50% とか、もう必要なければほんと 15% もしくはオフにするっていうのもありだと思います。はい。で、次はキーバインディングを見ていきます。キーバインディングではマウスに搭載されている6つのボタンですね。これのキーの中身をそれぞれ入れ替えることができます。マウスファンクション、ここで選べたり、これシングルキーっていうのでキーボードの機能ですね、を設定できたり、マクロもここでレコードして設定できたりします。次にパフォーマンス。ここは主に DPI の設定ですね。ここにスライダーがあるんですけど、このスライダー上で、丸ポッチをクリックしてドラッグすることで DPI を変更することができます。
で、この何もないところでクリックすると、DPI が追加できるんです。で、これはですね、こうちょっと下にドラッグしてあげると消すこともできます。DPI ステージはですね、ここで細かく色を変えられたりしますね。で、リフトオフディスタンス 1mm か 2mm。デバウンスタイムは2mm から 16mm ですね。私は 2mm に設定してます。ポーリングレートはこの4種類。1000Hz で私はいいと思ってます。プロファイルはですね、全部で3つ保存することができます。で、左下のこのギアマークをクリックすると、もう一つ設定画面が出てくるんですけど、ここで大事なのがこのライティングっていうところですね。これ最初オフになっているはずなんですけど、これをオンにしてあげることで、一定時間後、ライティングがオフになります。要は省エネモードですね。これは1分から15分までの間で設定できます。私は10分ぐらいにしてます。言語は今のところ残念ながら英語しかありません。ソフトウェアはだいたいこれくらいですね。モデル O ワイヤレスはその値段の安さとは裏腹に他のフラッグシップモデルと遜色ない一線級の性能を備えています。今まで値段が高すぎて躊躇していた人でも妥協のないワイヤレスマウスを手に入れるチャンスがやってきました。シェイプ自体はオリジナル有線版のモデル O と変わりませんので、もしそれが手に合わなかったのであればスルー推奨です。逆に好きな人はもう絶対買うしかない。左サイドのおっさんの圧がもう少し弱ければデザイン的にもいいんですけど、その辺は好き嫌い分かれそうなところ。私の個体はサイドボタンと DPI ボタンに傷がついてきましたけど、これは個体差で外れ引いちゃったのかなという感じ。きしみや歪みは一切ないので、基本的な構造に関して心配することはありません。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画で。